片付けがすごく楽、簡単に持ち運びできる、重くないっていうことをいろいろ考えて、この小さい方の板でね作ってみようかなと思います。60番ぐらいの布やすり使いたいと思います。水性床用ニスです。これを塗っていきます。はい、何度かねニスを塗り重ねてこんな感じに仕上がっています。結構ね艶っぽい感じに仕上がりましたけれどもね、これですね4回ぐらいニスを塗り重ねています。そして最後にですね1000番のサンドペーパーで軽くね上をなぞってツルツルの状態から少しね滑り止めみたいなね、そんな感じに今仕上がってるところです。そして今日はこの部分ですよね、ベッドキットにも作りましたけれども、引っかかりを作ってこの板がね下にずり落ちないように、そういった加工をしたいと思いますけれども、ベッドキットの時はここをねこう切り欠きを作りましたけれども、この板はこのままの形をテーブルにしたいと思っていますので、合板をこんな形に切って下から縫い付けるような形にしたいと思います。まず段ボールを切って型紙を作ります。結構適当に切っちゃったんですけどね、こんな形で作ってみようかなと思います。はい、こんな感じでね何度かニスを塗って仕上げました。縫い止め完了です。はい、先ほど縫い付けた板がこれですね。よいしょ。じゃあ合わせてみましょう。ぴったりですね。で現在の状態ですとこれねテーブルが若干こっち側に傾いてるんです。それはなぜかというと、はい、こういう感じなんですよね。この部分ベッドキットがあります。そしてこれが倒した後ろ側のシート、こういうふうにね緩やかに後方に向かって斜めになってるんですね。眠るためには全く支障ないような角度なんですけれども、この角度のままテーブルを使ってここで食事を作ろうとするとちょっとね不安定ですよね。なのでこのテーブルをまっすぐにするようにこれからちょっと仕掛けを作りたいと思います。この部分にこのパーツをつけてワイヤーで引っ張り上げたいと思います。その引っ張り上げたワイヤーを引っ掛けるのがこの部分、これシートベルトのねガイドなんですけれども、この部分、この隙間ね約1ミリほどの隙間なんですけれども、ここにこのステーを折り曲げて引っ掛けてワイヤーでこのテーブルを上に引っ張り上げたいと、そんな風に考えています。こんな感じに曲げてみました。これをここに引っ掛けます。どこにも干渉していないですよね。大丈夫っぽいです。はい、早速ね取り付けてきました。こんな感じです。でね、先ほど取り付けたこのステー、それからこの金具、これをこのワイヤーで結んであげよう。そしてそれを調整するのがこれです。これワイヤーの長さをね自由に調整できる金具なんですけれども、まだ使ったことないんですよね。早速使ってみましょう。はい、こんな感じで
高さを高くしたり低くしたり、こういうことが可能になりました。でこの部分ね、やっぱりこうささくれてくれるじゃないですか。布テープ、これをね端っこにちょっと巻いて対応しておきたいと思います。全然取れる雰囲気もないので、これでよしとします。はい、とりあえずですね、テーブルの方は完成したんですけれども、この部分ちょっと気になりますよね。ここでね料理か何か作ります、火を使います。ちょっとね火が近いとこういうね布の部分気になりますし、油がね飛び散ったりとかすることありますよね。そうするとやっぱりこの部分汚れちゃうので、板でねこの部分をカバーするようなものを作りたいと思います。こんな形のものをベニヤ板で作って、ここにこうポケットがあるじゃないですか。ここにこうシュポッとこう入れるようにするとカバーができるんじゃないかというふうに考えてます。早速ね作ってみたいと思います。はい、完成しました。今回は結構ね納得の仕上がりになっています。この角度からだと比較的ねよくわかると思うんですけれども、艶っぽい仕上がりになってますよね。何度かニスをね塗り重ねてこんな感じに仕上げてみました。さてこれをねセットするんですけれども、ちょうどねここ助手席の後ろ側にポケットがありますので、差し込むだけそっと差し込むと、はい、こんな感じで車中泊テーブルキット完成でございます。今ですね実際に使う時にはどんな感じかちょっとセッティングしてみてるんですけれども、運転席の後ろ側にベッドキットの半分、そしてテーブルキット2点セットですね、これをセッティングした状態です。思ったより全然広いんですよね。カメラの画角がねあんまり広くないんでちょっと伝わりにくいかもしれませんけれども、足なんかこうね余裕で組めちゃう、背伸びはちょっとできないですけれども、周りの空間非常に広いです。めちゃくちゃのんびりくつろげる空間じゃないかなと思いますね。マツダ3って結構ねこことこの後ろのね窓結構黒いんですよ。だから外から見ても中がねほとんど見えないぐらい濃いガラスなんですね。でも車中泊って夜ね食事を作ったり眠ったりしますから、この中にねランタンで明かりを灯したりするんですよね。そうすると中の状態がねほとんど外に丸見えになっちゃうんです。なのでねやっぱり目隠しっていうのは必要だなと思います。一番簡単に作れるのはやっぱりね黒色のプラダンを使う方法じゃないかと思います。プラダンって切ったところの端っこはね鋭利な感じがするんですよね。ちょっとこう手を触れたりすると切れそうになっちゃうこともあります。そんなに鋭いものをここのね窓枠にこうはめ込むと傷がつくような感じになっちゃうんですよ。だからねあんまりプラダンって好きじゃなかったんですね。なので今回はそのプラダンで作った目隠しに布をちょっとかぶせるような形にしてね、若干ソフトな目隠しに仕上げたいと思います。まずは窓枠の型紙を作る作業からやっていこうかと思います。そこで使うのがこちら、Amazon で買い物をした時にこういうの中に入ってきません？実際それねくしゃくしゃになってないものを何枚かね取っておいたんです。これを使いたいと思います。窓にこういう風に当ててボールペンかなんかでねこうビューッと硬く取ってもいいんですけど、多分ねうまく取れないんですよね。なのでこうやってね窓に押し付けてこんな感じでなんかもうそれっぽいのできてません？これだけじゃねちょっとねやっぱり頼りないので、段ボールでしっかりした型紙を作って、その型紙に合わせてプラダンをカットしたいと思います。かなり苦労しましたけど、やっとね窓にはまったんですよね。とりあえずねプラダン切ってみようかなと思います。さっき結構ねこの辺り隙間が大きかったので、若干大きめにカットして現物合わせでいきたいなと思います。なんとなくできたっぽい。ここの逃がしがポイントでした。窓のね奥にこういう風にこうグッと差し込むっていうね、これがポイントになるんですけど、ここねちょっとね切りすぎちゃいました。あまりにぴったりすぎるとはめるのね結構苦労しますね。そしてこれだけだとこう無機質な感じするじゃないですか。
なのでここにね布を1枚ちょっとかぶせてみたいなと思います。こんな感じでテープでね留めてみました。この部分全部ね留めていきたいと思います。使うのはタッカーです。こんな感じで仕上がりました。そして裏側はこんな感じです。こちら側は車の外側に向きます。室内側はこちらになります。室内側にねキラキラ光るホッチキスの玉、これ見えるのってちょっと嫌じゃないですか。なので黒いペンキ塗りたいと思います。マツダ専用ブリリアントブラック。塗り終わりました。これでキラキラしないからホッチキス目立たなくなりましたよね。後ろ側のサンシェードですけれども、ちょうどねこのトノカバーがこういう風に折れ曲がるようになってるんですけれども、この部分の溝を使ってこんな感じでねサンシェードを立てかけるような感じで使えたらいいなと思って今考えています。黒段をねちょうどこんな感じでカットしてみました。ここにこう合わせてね、この状態で R 部分をね揃えてあげると簡単に作れるんじゃないかというふうに考えています。はい、こんな感じで作ってみました。ここのね窓枠に沿って裏段をカットして布テープをぐるり一周貼り付けました。さあ実際に合うかどうかやってみましょう。ここにポンと引っ掛けるだけ。上はほぼほぼぴったりかなという感じです。テールゲートを閉めてみます。はい、先ほどの状態から中に行きました。中から外を見るとこんな感じです。今昼間なのでね光が入ってきてますけれども、外は見えないですね。これ車内からつけるよりも外からつけた方が楽なのでね、車中泊する時には現地に着いたら外からこのサンシェードをねつけたいと思います。前回まではですねこのマツダ3の横側のサンシェード、それからリアのサンシェード、それらを作っていきました。今回はですねフロントガラスのサンシェードを作りたいと思います。横側リアそれぞれのサンシェードは窓が小さいですから、しっかりしたサンシェードを作って窓にパチンとはめ込むような考え方をしています。ところがフロントガラス、ほとんどの車のフロントガラスって車全体の中では一番面積が広いですよね。この広い面積のフロントガラスをしっかりと覆うようなサンシェードっていうのはめちゃくちゃ面積が広くなります。左右で分割したサンシェードを作ったとしても結構大きな面積になりますよね。例えばこのマツダ3の場合ですとおよそ 1m×1m の四角、片方だけでもそれぐらいの大きさになります。そうするとそのサンシェードをしまうところがないんですよね。ないっていうことはないんですけれども、車の中でねパッと取り出してパッと取り付けるっていうにはちょっと大きすぎる面積になってしまうんです。なのでフロントのサンシェードはちょっと考え方を変えて作ろうと思います。フロントのサンシェードはこれを参考にしたいと思います。これは背の高い軽自動車ありますよね。それのリアガラスのサンシェードなんです。縦が約50センチ、横が約1メートルということで、ほとんどの軽自動車のリアガラスにピタッとねはまるサンシェードになっています。これって畳むとこんなにコンパクトになりますよね。約25センチか30センチぐらいの直径を持つ円になります。これコンパクトでいいじゃないですか。ドアサイドのポケットにねポッと入るような感じ。この中に入っているワイヤー、それを今回は使って広げるとパッと元の形に戻るような、そういったサンシェードを作ってみたいと思います。このサンシェードね、こうやってマツダ3のフロントガラスに置いてみると縦に長すぎて横全然足らないでしょ。でもこれを分解するとですね、おそらくこの窓ぴったりぐらいになるんじゃないかなというふうに考えています。なのでこれからこのフロントガラスを採寸して片側ずつ左右に分割できるようなパッと広げられるタイプのサンシェード、そういったものを目指してみたいと思います。65、
45、40、70。よし。まずこのサンシェードを分解して中のワイヤーだけ抜き取りたいと思います。中のワイヤーだけ抜き取ることができました。先ほど測定した寸法をもとにカレンダーをね、破いて組み合わせてみるとこんな形になりました。つまりフロントのサンシェードの半分の形がこういった形になるんですね。ですのでこれを型紙として、布をこの大きさにカットしたいと思います。縫い代をですねちょっと広めに取りたいんですよね。約4センチくらい型紙より大きめにカットしたいと思います。はい、カットできました。この型紙に忠実にですねサンシェードを作りたいと思いますので、折り曲げる部分、この部分を白色の色鉛筆でなぞっていきたいと思います。マーキングできました。布を切る時に使った型紙が再び登場しました。広がってパツパツになるようなね、そういうのをイメージしていますので、ちょっと大きめがいいのかなと思っています。この部分ね、ちょうどこんな感じでワイヤーのつなぎ目がねこういう風にきます。この部分ブリキの板を使ってつなげたいと思います。端の方はね抜けないようにちょっとね曲げておきたいと思います。こんな感じでねほんの少しだけ曲げておきます。こんな感じでね底面を2箇所ですね留めてみました。切った布がこれ色鉛筆でマーキングした部分がここになります。でこれがねさっき作ったワイヤーね。全体像としてはこんな感じです。相棒のミシンで縫っていきたいと思います。完成しましたよ。こんな感じです。畳む時にはあれどうだ、こうしてこうだくるっとひねってあげるとこんな感じでねコンパクトになってドアのポケットにねキュッとこうしまうことができます。で使う時には取り出してこうです。早速ねマツダツリーにちょっと取り付けてみたいと思います。はい、外の明るさはこんな感じなんですけれども、フロントサンシェードを取り付けたらこういう風になります。外から撮影するとこんな感じです。全然外からね中見えてないですよね。フロントサンシェードを2つ取り付けて、横のサンシェードですね、助手席、後ろ側、こんな感じですね。完璧じゃないです。ほとんどね隙間なく作ることができましたね。ほらぴったりでしょ。後ろ側もぴったり。市販品にもちょっと負けてないかなとね自分では思ってるんですけれどもね、なかなかうまいことできたなと思います。車中泊結構楽しみになりましたね。これがマツダ3 1台分のサンシェード、こんな感じなんですね。結構たくさんあります。でもこれをコンパクトにまとめてみるとこんな感じです。これですねテーブルキットとちょっとね重ねてみようかなと思います。はい、テーブルキット、ベッドキットと重ねてみました。めっちゃコンパクトですよ。全部重ねても厚みがねそんなにないです。約15センチぐらいでしょうか。後ろのねトランクルームにポイッと入れておくだけでいつでも簡単に取り出せますよね。はい、ということでですね、今回はマツダ3のサンシェード車1台分作りましたけれども、これでねやっと車中泊が楽しめる状態になってきました。次回の動画も楽しみにしておいてください。それではまた、さよなら。